はい、皆さんこんばんは、かよそくです。最近メディアは全部嘘だって話をよく耳にしたりしますが、主にツイッターで見るので厳密には目にしているんですけど、世の中にはいろんな意見があって全然いいと思うし、捉え方は十人十色なので全然否定的なことを言うつもりじゃないんですが、個人的にはどちらかというと真実の割合が9割で嘘1割って感覚で見てみます。今の時代はインターネットの普及で完全に誤報であれば速攻袋叩きに遭いますからね、メディア側も。今回は当チャンネルでも数回取り扱ったことのあるエドワード・スノーデンについて。エドワード・スノーデンの話はもういいよって方も多いと思うのですが先日新たに彼のことでニュースが報じられたのはご存知でしょうか。ちなみに今回なぜエドワード・スノーデンの件を扱うかなんですけども、冒頭でも言った通りメディアが報じた彼のニュースを通して以前からの疑問に思っていたことをざっくりまとめた感じになります。これは完全に個人的な見解ですので参考程度でよろしくお願いします。アメリカ政府の情報収集活動を暴露してロシアに亡命したエドワード・スノーデン容疑者がロシアの永住権を獲得したことが23日までに分かったということですね。このことは本人の弁護士が明らかにしたとのニュースが報道されたのですが、皆さんは彼について疑問に思ったことはありますか？ちなみに彼のことを知らない人のために、エドワード・スノーデン37歳、アメリカ国家安全保障局 NSA および中央情報局CIA の元職員で、 NSA の請負を通じアメリカ合衆国連邦政府による情報収集活動に関わった人物です。スノーデンは現役時代にアメリカ政府の圧力な行為に幻滅。一例としてはスイス人の銀行員を先に酔わせ飲酒運転で警察に捕まったところで取引を持ちかけスパイに利用するなどの行為を政府が実行していたことを証言しており、こういった行為への反感が機密資料を公開する決意を固めた動機としています。彼はオバマ大統領を強く支持していたが、その期待を裏腹にオバマ政権に代わってもその行為を拡大をしていったといいます。監視活動に関わるうちに彼は2013年6月に中華人民共和国香港特別行政区で複数の新聞社や取材、インタビューを受け、それまでの陰謀論やフィクションで語られてきた NSA による国際的監視網プリズムの存在を暴露したという流れになります。これによって FBI は情報漏洩などの数十の容疑で彼を指名手配。スノーデンは香港からロシアへ亡命し、現在はロシアへの永住権を手に入れたという流れになります。少し分かりにくいのでもっと具体的に説明すると、この一件でアメリカ政府が主導のスパイ行為や個人の情報収集が公にされたっていうことですね。皆さんももちろん知っていると思いますが、インターネットを通じて通話記録からネットの検索履歴、位置情報、交友関係、これは諸説ではありますが電源を切っていてもビッグデータに情報を集められ、そこに関与していた企業は驚くばかりの企業っていうことなんですね。この企業に関しては皆さんご自身で調べてくれたらわかるんですが、結構僕たちが普段利用している企業が情報収集に加わっているっていうことです。このニュースは世界的に報道され世界を驚愕させました。我が国日本でも一部では報道されていたみたいなんですが、あまり大きなニュースにはならず、この時期のことは僕もお恥ずかしい話、全然ニュースに興味がなかったので憶測にはなりますが、おなじみの重要じゃないニュースを大げさに報じて注意をそちらに誘導したという形だと思います。同盟国の大使館に対しても盗聴を行っており、もちろん日本でも日本が同盟国でなくなった場合は電力システムを停止させられるマルウェアを横田基地駐在時に仕込んだと話しており、日本側は抗議をしない選択を選びました。それに対しオバマ大統領は諜報機関を持つ国ならどの国でもやっていることだと述べたのですが、口実はテロ防止策。皆さんはこれ疑問に残りませんか？疑問と言いますか、今までの流れ方と言いますと、歴史を見てきてもマスコミやメディアは情報操作をしてきましたよね。確かにこの暴露の一連の流れを整理しても、スノーデンがアメリカ政府の実態を暴露した、メディア関係者の協力があった、各国の反応はいろいろあったが大して大ごとにはならなかった、もちろん各国の機密情報があることを尊重してのことと、この一件だけでアメリカとの関係を壊すこともないとは思いますが、もう少しこの実態のあり方について議論するべきではなかったのではないのかと感じます。もちろん僕が知らないだけかもしれませんが、結論僕自身が感じていることなので何の裏付けにもならないのですが、彼はロシアに亡命してからもアメリカのメディアにリモートで登場し、暴露と称してオカルトチックな内容も含め今も暴露し続けているんですね。このことを通してもただただ感じるのが、むしろこの世界の実態を明らかにしたのではないのかと感じます。
彼自身が善意で不平をぶちまけたのではなく、アメリカ政府もしくは世界が暴露したのではないのかと感じることがあります。テクノロジーの進化により AI を導入し、個人の情報を生むのがメインの企業が、この一件から情報収集を堂々とできるようになってきているとも感じます。これは僕が以前紹介したいくつかの動画の内容からも感じられます。最後にはなりますけども、個人的な意見にはなりますが、メディアのニュースが報道するものが全てフェイクではなく、報道する内容の表現の仕方などで情報操作をしているように感じます。いろんな手法がありますが、例えば誰かを悪く印象づけて本質から目を背けたり、報道はするけど重要じゃないニュースを大々的に取り扱って重要ではないニュースに集中させたりするような感じだと思っています。今回はエドワード・スノーデンの一件を例に時代の変化の流れの誘導の仕方を取り上げたのですが、他にもこのような案件はたくさんあると思います。あくまで個人的な観点での動画にはなりましたが、これからも一つの情報に対し全てを否定的や肯定的に捉えるのではなく、多方面に捉えてできる限り本質や選択肢を見出したいと思います。こんな動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。